障害を負ってからどちらかというと、私ファッション好きなんですけど、機能性を重視して今まで洋服を選んできたんですよ。で、やっぱりおしゃれしたいのにこれは着づらいからこの着やすい方を着ようって。一番は友達の結婚式に行くときにやっぱりやっぱネットとかで見つけるじゃないですか。これ可愛いなと思っても異常ができなくて、異常ができないからこれはダメだな、これだとトイレ行けないからダメだなって選択肢をなんて言うんですか、外していく。で最終的にやっぱりおしゃれしたいのにこれが着やすそうだからこれを着て結婚式に行こうみたいな感じで行ったので、その行った時に周りにおしゃれをしている人がたくさんいて、私もああいうの着たかったなっていう思いは一番悔しかった思いではあります。やっぱ第一優先は着たいより着れる服っていうのがやっぱ第一選択肢としてどうしても来てしまってて、それは何でかっていうと、私たちの職業柄一人で日常生活が送れるっていうところがやっぱ一番大きな目標としてあって、着たい服ってどっちかというと生活の質の方になるんですよね。でそこよりもやっぱり生活っていうところがベースに来てしまうので、どうしてもそういうなんだろうな、着れるようになるためにちょっと切ったりとかちょっと縫ったりとかボタンを手作りでつけたりとか、そういうことしかできてなくて、あとはシャツよりかぶりのものを提案してしまったりとかですね。自分の中ではもうそういう選択肢しかなかったです。かわいい。何でも似合う。まず翔子さんと出会った時に、リハビリに来られたんですけど、いつも同じ洋服、スキニーに大きめなトレーナーっていう印象はずっとあって、でもきっと多分洋服が大好きなんだろうなっていうのはあったので、ソリッドをきっかけにいろいろお話聞いて、ソリッドの服を実際に着てもらった時に、自分で着れるところと、柔らかい素材だったり伸びやすい素材っていう特徴もあるので、自分で着れてボタンが止めれないので、そのボタンがマグネットでつくっていうことにすごく感動してもらったのが今でも印象に残ってます。シャツを着た時にやっぱりボタンの開け閉め、開閉が握力がない私でもささっとつけることができて、すぐ外すことができたので、そこにすごく感動したのと、あとジャケットがやっぱり着づらいなって思っていたんですけど、スッて手が入って動いてみても伸びるじゃないですか、ここが。だからすごく、動きやすいなって思いました。感動しましたもう一番は一緒に感動して、もう拍手喝采っていうところが一番来て、きっとこういう人がいっぱいいるなって感じました。止めるのは簡単でしょ。
今までは介助が当たり前っていうのがあったと思うんですけど、自分で着れることでお願いって言わなくていいってすごいこう壁が外れるんじゃないかなっていうのは思います。そうですね、ソリッドの服が障害を持っている方たちに対して解決していることといえば、一番シンプルなのはやっぱり着衣動作の難易度を下げているっていうことによって、今までこう諦めてた、この服着たいけどなんかちょっと着づらいから諦めてたようなところがもっと簡単に身近に感じられて、選択肢が増えるっていうところがソリッドのなんか一番なんていうかないいところなんじゃないでしょうか。もう僕の患者さんも今回ソリッドのお洋服を、入院中だったのでわざわざ病院に届けていただいて、で着させていただいたんですけど、もう患者さん本人もとっても喜んでて、すごいテンション上がってたんですよね。もうそれ見るだけでやっぱりなんていうのかすごく嬉しい気分になったし、こういうなんていうか病院だとなかなかこういうプラスの感情っていうのは生まれにくいところなんですけど、だからこそこういった洋服とかそういうところから気持ちを上げていけると、とっても患者さん本人にとってもいいですし、その治療者として携わっている僕たちにとってもとってもいい影響があるので、はい、とっても良かったですね。そもそもシャツを着るっていう選択肢が私なくて、というのもさっき言ったみたいにボタンを開けるのが大変で、やっぱり着るのもシャツって硬いじゃないですか。だから腕を自分で通せなかったり自分で脱げないっていうのがあったので、やっぱりもうそこから選択肢から外れていたところからあるので、なんかもう全く違うおしゃれだし、おしゃれかつ着やすいっていう2つのなんていうんですかね、両方実現してくれるっていうのがやっぱり生活を送っていく上でもなんか自分もハッピーになるし、すごくいいなと思います。私なんて言うんだろう、どっかに行きたいとかもそうかもしれないんですけども、普通になんか友達と遊ぶ時とか動画を通して私も配信をしてるので、そういう時にやっぱりおしゃれをして配信したいじゃないですか。で友達と会う時もおしゃれをしたいし、なんかそういった時に着ていけたら着れたら楽しいなって思う。ソリッドは私自身が着たいと思っていたけれど着れなかった服が多かった経験からスタートはしたものの、私をはじめとして多くの身体に障害のある方だったりだとか、医療従事者、福祉従事者のみんなやアパレルやデザイナーのメンバーと共にどうにかこれらを解決できないかとタッグを組んで開発しています。私はどんな障害でも女性でも男性でもセクシュアルマイノリティでも信仰が違えど目の色が違えど肌の色が変わっても、どの国の人でもどんな体型の人でもみんなファッションを純粋に楽しめる世の中がいいと思います。それってファッションだけじゃなくってみんながみんなのことを認め合うということだと思っています。それが私たちはまずはファッションからそんな世界を実現したいなと思い立ち上がりました。